だよ。バブルンラジオ10回目、やっていくよ。今回もたくさんのお便りありがとう。日本は寒くて、朝起きるのが辛いよ。みんなの住んでるところはどう？コメントで教えてね。バブルンラジオ。今回のテーマは、誕生日の思い出。記憶に残った誕生日のエピソードを教えてもらったよ。1通目は、真の小桜さんからのお便り。バブルン、はよんぱー。私は学校や仕事が夏休み期間中に生まれたため、誕生日当日にみんなからお祝いされたことがありません。しかし、一つだけ忘れられない思い出があります。それは、誕生日当日に、私の親友がプレゼントと手紙を持って家に来てくれたことです。親友からもらった手紙とプレゼントは宝物です。今も大切にしています。誕生日当日に親友が私のためにお祝いに駆けつけてくれたことは、今でも忘れることができない大切な思い出です。真の小桜さん、はよんぱー。お休みと誕生日がかぶってるとなかなかお祝いしてもらえないの、あるあるだよね。僕も誕生日が夏休み中にあるから気持ちはわかるよ。誕生日にお家まで駆けつけてくれるなんて、とってもいいお友達だね。もらったお手紙とプレゼントは一生の宝物だし、そのお友達とはきっとずっと仲良しなんだろうな。ほんわかするお話ありがとね。次は、K さんからのお便り。はよんぱー。特に印象に残っている誕生日は大学院生の冬の時です。その日は論文の締め切り日直前だったのですが、僕だけ執筆が思うように進まず大学で夜遅くまで一人黙々と作業をしていました。日付が変わった頃、休憩がてら外の自販機に向かおうとした時、どこからともなく博士課程の先輩と同期の一人が小さなケーキを持って現れ、お疲れ、誕生日おめでとうと突然祝われました。ずっと一人だと思っていた研究室に突然現れた2人にびっくりしたのと同時に、長時間の作業をいたわってくれたことに感謝したのを覚えています。バブルンは何かが急に現れてびっくりした経験はありますか？ K さん、はよんぱー。わー、すごく素敵なエピソードだね。遅い時間まで頑張ってるところにサプライズなんて、想像しただけで嬉しすぎて涙が出てきちゃったよ。僕もそんなお祝いされてみたいな。僕はいつも急に出てくるスカルモンスターに驚かされてるよ。でもどうせドキドキさせられるなら K さんみたいに幸せなドッキリにしてほしいよね。僕も今度友達を喜ばせるためのサプライズ考えてみようかな。次はミステリーエゼクデさんからのお便り。今年の8月、私の30歳の誕生日を祝って3姉妹のうちの2人と街で会いました。お気に入りのダウンタウンのカフェでコーヒーを飲みながらおしゃべりをしようと誘ってくれたんです。その後、私たちは地元のボーリング場を訪れ、新しい VR 仮想現実モーションライドを含む最新のアーケードゲームで遊びました。とても楽しんだ後、ちょうど父が到着したので、スマートフォンと屋内のフォトブースで家族写真を撮りました。私の誕生日も大雨でしたが、私は昔から雨が大好きなので気にしませんでした。ミステリーエゼクデさん、はよんぱー。姉妹にお祝いしてもらったんだね。楽しい一日が過ごせたみたいで僕も嬉しい。VR モーションライドってどんなゲームなんだろう。今度教えてね。大好きな人たちと遊んだり、写真を撮ったりすると特別な一日って感じになるよね。僕も双子だから、誕生日は弟のボブルンと一緒に家族でお祝いしてもらうことが多いよ。もし機会があったら、その時の写真をシェアするね。次は、ジュニーさんからのお便り。はよんぱー。誕生日の思い出を話したいと思います。誕生日の思い出の一つは、2017年に任天堂スイッチをもらったこと。ゲーム機でゲームをしたり、外出先で遊んだりするのは本当に楽しかった。悲しいことに、そのスイッチは2年後の2019年にバッテリーが壊れてしまいましたが、2020
2020年の10月に母から新しいものをもらいました。以上ですが、もうすぐ誕生日なので、誕生日が来たらハッピーバースデーもよろしくお願いします。ジュニーさん、はよんぱー。遅くなっちゃったけどハッピーバースデー。良い一日になったのかな？スイッチもらったの？いいね。ゲームの数だけストーリーがあるから、新しいハードが手に入った時ってすごくワクワクするんだよね。ジュニーさんはどんなゲームを楽しんだのかな？今度教えてね。バブルーンラジオ。ふつおた紹介。1通目はペトラスさんからのお便り。こんにちは、バブルーン。あなたの YouTube チャンネルを見つけて嬉しいです。あなたのビデオを見るのが大好きです。あなたのはよんぱーのキャッチフレーズはとてもキャッチーで、あなたが言うといつも笑顔になります。私自身は対等のバブルボブルやパズルボブルのゲームはやったことがなかったのですが、数年前にスオメンペリムゼロフィンランドゲーム博物館を訪れ、そこで最初のパズルボブルのゲームを見つけ、自分でやってみました。私がバブルボブルを最初にプレイしたのは20年ほど前ですが、対等制のゲームではありませんでした。バブルボブルのコピーゲームでした。それがコピーゲームだと知ったのは今になってからです。でも当時僕と兄はそれを楽しんでいて、今でも覚えています。フィンランド語で対等はスキルや技術を意味します。まだまだ言いたいことはたくさんありますが、これくらいにしておきます。ボブルン、クルルン、コロロン、そして他の皆さんもよろしくお願いします。ペトラスさん、はよんぱー。僕の挨拶気に入ってくれて嬉しいな。いっぱい使ってね。はよんぱー。フィンランドゲーム博物館っていうのがあるんだ。初めて知った。調べてみたけど、ゲームがたくさん展示されてて楽しそう。こんな素敵な場所があるんだね。僕も行ってみたい。フィンランドでお仕事ないかな？へえ。フィンランド語だと対等ってそんな意味があるんだ。面白いね。ちなみに対等は漢字だとこうやって書くんだけど、これは極東のユダヤ人会社っていう意味なんだって。対等の創業者ミハエル・コーガンさんがユダヤ系ウクライナ人だったからだね。調べてみたらフィンランド語と日本語は同じ読み方で違う意味の言葉が結構あるみたい。みんなも調べてみてね。次はゴーくんさんからのお便り。バブルドラゴンはみんなあなたのようにずっと若いままなのですか？もし大人がバブルドラゴンになったら若くなるんでしょうか？それとも成長したバブルドラゴンになるんですか？成長したバブルドラゴンはどんな姿になるんでしょう？ゴーくんさん、はよんぱー。僕は10歳の時にこのアワハキドラゴンの姿にされちゃって、そのまま永遠の10歳。だからずっと若いアワハキドラゴンのままだよ。バブルメモリーズの時にレインボーアイランドの島中の人たちがアワハキドラゴンに変えられちゃったってことがあったんだけど、お父さんやお母さんは僕たちよりも大きくてヒゲが生えていたりするから、大人がアワハキドラゴンに変えられちゃうとこんな姿になるみたい。おじいちゃんは白いヒゲを生やしてるし、面白いヒゲの形の人もいるし、ヒゲはアワハキドラゴンになっても人間の時のまま残るみたいだね。髪の毛はなくなっちゃうのに。みんなカラフルだけど、体の色はどうやって決まるんだろう。スピリチュアルなことはよくわからないけど、僕の持つオーラとかが体の色に現れてるのかな。不思議。次はエージェントブレイブさんからのお便り。こんにちは。パズルボブルエブリバブルはとても楽しかったです。キャラクター的に唯一残念なのはスーパーパズルボブルのイービーとパズルボブル3の武蔵が登場しなかったこと。でも全体としては本当に大好きです。エージェントブレイブさん、はよんぱー。パズルボブルエブリバブルを楽しんでくれてありがとう。エージェントブレイブさんはイービーと武蔵が好きなんだね。イービーはちょっとキザなデジなしで、武蔵
士はアクションゲームをモチーフとしたキャラクターとして出てくる格闘家なんだよね。特にイービーはアーケード版のスーパーパズルボブルにしか出てこなかったから会ったことある人は少ないんじゃないかな。2人ともクールでかっこいいよね。僕も2人にはずっと会ってないから久しぶりに会いたいな。パズルボブルはシリーズごとに結構いろんなキャラが出てきてたから動画のコメントでもこのキャラ出してほしいってたくさん意見をもらってたんだけど、好きなキャラがみんなそれぞれ違ってるんだよね。このキャラにまた会いたいって意見がたくさん集まればもしかしたらまた会える日が来るかも。バブルーンラジオコメント返信の時間だよ。過去の動画についてるコメントで僕が気になったものに返信していくよ。僕もアキネーターチャレンジしたら1回目は違うキャラクターになっちゃったけど2回目はバブルンでした。結構コツがいるよね。楽しかった。かたくなに10歳と言い張る37周年のゲームキャラ。何もおかしくないよ。CPU 相手にパズルボブルをプレイするときは大抵バブルンでプレイするんだ。ありがとう。これからも一緒に頑張ろうね。スカルタワーでチェンジバブルの餌食になりました。4色だと順番待ちが長いよ。欲しい色が来ないとやきもきするよね。でもうまくはまった時は気持ちいい。斉藤さん、祝70周年おめでとうございます。ありがとう。僕もまだまだ頑張るぞ。斉藤は私より34歳年上です。私の年齢の倍近くだ。僕は37周年。10歳だから斉藤は60歳年上だ。バブルーンラジオ。今回のラジオはここまで。採用させてもらったお便りの投稿者には僕から X、旧 Twitter の DM で壁紙を送るから待っててね。次回のお題はこれ。1言われて嬉しかった言葉。みんなは今まで誰かにこんなこと言われて嬉しかったなぁっていう言葉ある？その時のエピソードと一緒に僕に教えてほしいな。2普通のお便り。僕への相談や聞きたいことを引き続き募集するよ。概要欄にある応募フォームから送ってね。採用された人にはラジオネームが入った壁紙をプレゼントするよ。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。またねー。